自律神経が全てなのであれば、自律神経を整えて自分を、人生を豊かにしていくということが必要なのではないでしょうか。誰に投票しても同じだ。選挙期間の短い間では、サブチャンネルに関してはいろいろなご相談者さんに対してのあったかい言葉とか、ほっとできるひとときを設ける時間も義務付けました。こちらは法律に、制定されるとのことです。ほっとできるひとときを、ひろみボイス。こんばんは。ハッピーニュースの時間です。本日、国会や選挙が大きく変化を遂げます。大手政党や派閥はすべて廃止され、新しい政治の風が吹き荒れています。政治部の佐藤記者です。はい。これまで誰に投票しても同じだ。選挙期間の短い間では誰に投票したらいいかが判断できない。選挙なんて言っても無駄だ。というような声が多く、投票率も右肩下がりだった日本。しかし今日、そのような状態から脱皮する日がやってきました。政党や派閥が本日付で廃止され、国民はこれまで以上に重要な役割を果たすことになりました。今後の選挙では、国民は候補者ではなく、公約に対して投票を行うことになります。これにより、選挙戦はより具体的で、明確な政策の対立に焦点を当てることとなります。また、国会においても大きな変革があります。国会議員たちはこれまでの政党ごとの枠を超え、政策ごとに固まります。これにより、議論はより専門的で、かつ効率的なものに変わり、国策に向けた前進が期待されます。はい。国民は誰に投票するのかという視点から、今の日本に必要な政策は何なのか、今の自分たちが求めている政策は何なのかという本質的な課題に意識を向けることができるようになりました。また国会議員も余計な忖度や議論に縛られることなく、効果的、効率的に仕事に励む環境が整ったと言えるでしょう。日本経済が急上昇、賃金底上げで活気あふれる経済。日本経済が30数年ぶりに躍進しています。最低時給は3000円に引き上げられ、平均年収は世界トップクラスの900万円に達しました。この好調な経済状況に伴い、家事・育児も重要な業務として認識され、家事・育児手当が年間500万円支給され、国民一人一人にも生きているだけで偉い手当が支給されます。日本は大いに盛り上がり、人々は活気あふれる生活を取り戻しています。いじめっ子の可視化と即時転校制度の導入。従来いじめ問題はいじめられる側が我慢をするか転校をするかという難しい選択に迫られてきました。しかし、新たにいじめっ子の可視化が実現したことにより、いじめっ子認定を受けた者は即刻対象の学校へ転校することとなり、被害を受けた生徒たちは安心して元の学校で学び続けられるようになりました。それではここで速報です。速報をお伝えいたします。YouTube チャンネルひろみボイス ASMR を運営するひろみ氏は本日、近年増加するお悩み相談の相談窓口として
3つのルートを用意したことを発表いたしました。それでは詳細です。まず1つ目、これは既存の方法です。サブチャンネルひろみボイスの独り言にあるマシュマロ質問箱の URL にメッセージを送信し、ひろみ氏が動画で回答してくれます。しかし最近は回答待ちが増え、回答までに最短で約1ヶ月、最長で3ヶ月から4ヶ月かかることもあるとのことです。そして2つ目、ひろみボイス ASMR チャンネルのライブ配信中に相談チャットが可能です。こちらのライブ配信は毎週火曜日に実施されていますが、ライブが開催されない場合やライブ時間内に回答できない場合もあるとのことです。そして3つ目です。今年の9月末に導入された新サービスここなら電話。アプリをダウンロードし、ひろみ氏と直接日程調整を行い、当日にひろみ氏から電話がかかってくるというものです。こちら料金はかかりますが、最も最短かつ確実に相談できる手段とされています。いずれの場合も注意が必要です。誹謗中傷やセクハラ、過激な内容に関しては中断しブロックすることもあるということなので、節度を持ってご利用いただくようお願い申し上げます。それではここでひろみ氏の会見の様子が入ってきましたのでご覧ください。皆さん、今夜はお集まりくださいまして誠にありがとうございます。 YouTube を始めてからですね、本当にたくさんのご相談もいただき、私なりのその時、思ったこと、考えたことをお話しさせていただいてきました。
はニュースを続けます。すべての道路や施設がバリアフリー化、安全な外出環境の整備。今年の12月をもってすべての公共施設、道路がバリアフリー化されます。ハンディキャップのある方や高齢者、乳幼児を含むハンディキャップのある方や高齢者、乳幼児を含むすべての人々が安心して外出できるような環境が整備されました。社会参加のハードルが下がり、多様性が尊重されています。次です。書籍の多様な提出方法で読書をサポート。すべての書籍は電子書籍、点字、音声付き、振り仮名付きの対応が行われることになりました。これにより、どんな人でも読みたいときに読みたい本を楽しむことができるようになりました。知識や文学の世界が広がり、読書の機会が増加しています。ほっとできるひとときを、ひろみボイス。次です。笑顔のパワーが科学的に証明。政府が大笑い奨励キャンペーンを実施。笑顔が幸福感をもたらすことが科学的に証明され、政府は1日3回は嘘でもいいから大笑いすることを奨励しています。政府はまずは自分たちが見本になろうとの心意気で、国会では感謝と笑顔でスタート。上げ足を取るばかりの論争をやめ、どうすれば国民を笑顔にできるのかの基本理念を掲げ紛争しています。マスコミの質向上で社会は健全化へ。近年問題視されてきたマスコミの質低下に歯止めがかかりました。AI チェッカーの導入により、切り抜きを用いた悪意のある内容や事実とかけ離れた拡大解釈、甘い取材に基づいた記事がこの世に出ることはなくなりました。さらにマスコミと政府企業の癒着問題も可視化され、これに対しては厳格な規制が施され、徹底的に禁止されることとなりました。この取り組みの結果、アンチや炎上、誹謗中傷といったネガティブな情報が激減しただけでなく、国民は自分の頭で物事を考え捉えるようになり、地頭力も向上しています。社会はクリーンで健全な方向へ向かっています。ほっとできるひとときを、ひろみボイス。特集です。近年、自律神経の働きが可視化される新たな研究が進展しています。特にストレスや疲労といった状態において、自律神経の変化が明確に観測されることが分かりました。そしてこの研究に基づき ASMR が注目を集めています。 ASMR は特定の音や刺激によって心地よい反応が生じる現象で、これが疲れた状態の自律神経を整えるのに有益だとされています。これについて株式会社自律神経がすべての代表取締役社長福幸川さんはこのように述べています。そうですね。自律神経というのは365日24時間も休むことなく働いてくれています。血圧を安定させたりですとか、呼吸を整えたりですとか、本当に様々な仕事を担ってくれているんですね。そういった自律神経を ASMR が整えてくれるという研究結果が近年非常に出ております。耳元でこのようにささやいたりですとか、ささやかずとも心地の良い音ですとか声ですとか、
またそういった音、声だけではなくて、穏やかな会話だったり、ほっとするような言葉だったり、前向きな言葉だったり、そのようなものもですね、自律神経がとても正常に機能する、とても大きなトリガーということが分かってきています。ASMR というのは非常に多岐にわたりますので、それぞれどの ASMR がご自身にフィットするかというのも変わってきますので、どんな方がどんなタイプのどんなジャンルのものが自分に合うのかなというのをいろいろ試していただいて、それでご自身が心地がいいなと思うようなものを取り入れていただくのがいいのかなと思います。そうですね、人間は、人生は自律神経が全てです。そのように我々は考えておりますけれども、自律神経が乱れるとですね、風邪をひいてもなかなか治らなかったり、便秘が続いてしまったり、あるいは夜眠れない、そんな時が続いたり、休みたいのに力の抜き方がわからないなどですね、ほっとできる瞬間が多ければ多いほど、人の力は本来の力が蘇ると考えているんですけれども、逆もしかりで、自律神経がうまく機能しないと本来の力が呼び起こされないということになってしまいます。はい、ですので日常生活に ASMR を取り入れていただいて、ご自身の自律神経を整える、自律神経が全てなのであれば、自律神経を整えて自分を、人生を豊かにしていくということが必要なのではないでしょうか。速報です。この研究結果をもとに政府は今日、国民に対して1日3回、時間にして最低1時間半、ほっとできるひとときを設ける時間を義務付けました。こちらは法律に、制定されるとのことです。人々は日常のストレスから解放され、ほっとできるひとときを楽しみ、本来私たちが持っている自然治癒力、パワー、魅力というものがどんどん湧き出る社会になっていくでしょう。それでは本日はこの辺りで失礼いたします。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。